はい、天秤座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は11月前半のタロットリーディングと星の補足説明させていただきます。早速いきますね。お願いします。カペラノートのご予約も本当にありがとうございました。PDF は11月28日からの販売になります。ノート買い忘れたよっていう方もですね、ちょっとだけ11月28日に入荷しますので、もし買いそびれたなという方はそちらをぜひチェックしてみてください。お願いします。で、あと恋愛に特化した動画はですね、この後すぐに撮りますので、またお待ちくださいね。じゃあ行きます。11月の前半です。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。カップ5、ペンタクルスのページ、マジシャン逆、カップ3、ワンドナイト逆、ペンタクルスエース逆、カップ10。気をつけることや対策が、ジャスティスの逆とワンドキング、そしてオラクルはカップ6の逆です。ちょっと先に星の話をさせていただきますが、11月1日が新月になります。で、この新月は天秤座の皆さんにとっては自分の価値とかお金とか自分が手にするもの、稼ぐものみたいなところで起こりますので、何か自分がね、これぐらい稼ぎたいなっていう目標を立てたり、または自分の価値をもっと見出したいなっていうふうに思ったり、自分が何が欲しいのかっていうことを自分の手で掴むっていうことに関して意図していただくと掴みやすくなりますので、ぜひどんな願いがいいかなみたいなことを思っておいていただければと思います。別に11月過ぎてからでも別に構いませんのでね、全然まだ22日まではそういったことがテーマになっているので、そのことに意図していただくとより一層それが膨らむっていう形です。そして11月4日から火星というね、バイタリティとか戦っていく力とか切り開いていく情熱みたいなものが獅子座に入るので、これも天秤座の皆さんにとっては今までは一人で社会で頑張ってきたとか仕事頑張ってきたっていう方も、じゃあ協力者を募ろうとか誰かと協力してやっていこう、どこかに入ってみようみたいなコミュニティとかグループとか団体に入っていく勇気みたいなものが出てくるかもしれません。絶対必ずしも入らなければならないというわけではないんですが、なんとなくそうしてもいいかなっていうふうに思ったりして、今までとは違うものに自分が入っていく勇気みたいなものが出てくるような気がするんですね。今ちょうどね、全体的に意識が上がるとか、そういう自分が広い世界まで引っ張られていくみたいな時ですから、一人だけじゃないよって、仲間がいるよみたいなことを感じるような流れがあるかもしれないなと思いました。そしてカードで見ると全体的に言われているのは、何か気持ちの切り替えがねできますよっていうふうに言われています。この11月前半、やっぱりオラクルがカップの6の逆なので、ご自身が今まで過去大事にしてきたものとか、自分の感情がこれまではこうだったっていうものから一つの区切りをつけて新しい未来の方に向かっていくという、過去に向かうのではなく未来に向かっていくよっていう、すごくいい節目だなと思いました。感情面によってすごくすっきりしてると思います。すっきりすると思います。もし今すっきりしてなくても、すごく区切りがつくし、感情面でなんか喜びがあるなって感じがします。で、まず、入り口がカップの5なので、今の心境に至るまでに何か一つ思うようにいかなかったとか、ちょっと思ってた風と違うなとか、諦めみたいなものがあったのかもしれません。で、本当はもっと早くに何かをスタートさせたかったんだとかね、やりたいことはあるんだけどちょっと時間がかかっていたということに対して、今やっとそのことがもうまるでスタートできたとか、まるでこれでうまくいってるじゃないとか、今までの流れって決して間違ってなかったんだ、これがベストだったんだみたいなことを感じるような気がしたんです。ここでもやっぱりカップの3で誰かと喜んでいるんですね。1対1だけじゃなくて複数の人とチームで喜んでいるっていうのもあるので、何か一緒に携わっていた人と同士で達成感を感じているとか、そういうことがあるんじゃないでしょうか。そしてその後ワンドのナイトということで逆位置ですけれども、でもやっぱり勢いがあります。まだ引き続き暴走していくという感じではなく、やったーみたいな一つ達成感があるからこそ、じゃあこの調子でやっていきましょうみたいな、ちょっと気を抜かずにこのまま行きましょうみたいな感じですね。だからといって全力疾走で走ってるわけではないので、うまく自分のバイタリティをコントロールしながら
進んでいくなって感じがあります。そしてその後にペンタクルスのエースということで、明らかにこうすれば大丈夫なんだっていう方法が見つかっているのかもしれませんね。これは何かお金を貯めていくとか作っていくとかそういうこともありますし、お金だけじゃなくて自分の人生においてのこの道筋でいいんだっていう安心感みたいなものが見えてる気がします、これは。そしてその後カップの10ということでね、幸せみたいなこう喜びとか安心幸せみたいなのが出ています。よかったですね。なんか安心してるって感じです。やっぱりオラクルもさっきも切り替えっていう風に出るのあるので、何か一つその前にもね、その自分の人生この道でいいんだっていう安心感があるということは、ここまでやってきたことを踏まえてちょっと抵抗していたけれどとかちょっと迷っていたけれども、やっぱりこれでいいんだ、私はこれを求めていくんだみたいな、すごくその内側とやろうとしていることが一致している安心感みたいな、安定感みたいなものがあるかもしれませんね。すごく自分自身のお仕事ややってきたことや自分のなんか得意なことに自信があるっていう感じもありますし、もちろん他者と関わることに関しては少し様子を見たりとか調子を見たり状況を判断したりっていうのはありますけれども、でもなんか答え合わせが自分の中でできて、よしみたいなね、よかったって感じがすごくします。それを踏まえた上でお仕事のことを見てみます。仕事、ワンドの3ですね。お月さん、タワーということで、仕事に関してはすごくこう期待を持っていたこと、何かこう将来に対して、こうなるはずだとかこうしていきたいっていうふうに思って動きかけていたことに関してはちょっと雲行きが怪しくなってきます。そしてご自身がじゃないんですけど、こう状況的にちょっと一時的にストップみたいなのがあるかもしれませんね。例えばですけど、仕事で出張に行かなければならない、現地に行かなければいけないっていう状況の中で、今ちょっと台風が来て飛行機飛びませんとか行けませんみたいな、そんな感じです。何かの強制的な力で一時的にちょっとストップみたいな感じがありますので、ただご自身が感じていらっしゃるその未来に対しての期待っていうのはありますけど、少しこの11月前半っていうのは雲行きが怪しいぞっていう感じがするので、一つ仕事は今感じていらっしゃることとはちょっと違うことに対して頑張っていくのかもしれませんね。何か別の案なり何かっていうのは生まれてきているので、その一つのことだけやっていくわけじゃないみたいです。なので一つはちょっと保留なりなんかちょっと違う風になる、でもその他のことに力を注いでやっていくっていう感じですね。ちょっと人間関係も見てみます。人間関係はペンタクルスのエース、カップ5の逆、ソード8の逆ということで、人間関係もさっきの仕事と同じような感じで、ある関係性においてはすごくいい、これ長く続きますよねっていうか、やっとよかったですね出会えてみたいな感じの、すごく安心感のある、信頼感のある、ここから長く続けていける関係性っていうのがあります、この11月前半に。ですので別にそのコミュニケーションがどれだけ取れてるかとかっていうの関係なしに、自分には仲間がいるんだとか友達がいるんだみたいな、その感覚がすごく自分を安定させるし、それは消えませんみたいな感じで言われてます。たとえそれが本当に連絡を取っていなかったとしても、今まで築き上げてきたものっていうのは変わりませんっていうのが一つあります。でまた別では、少し前に関係した人だったりとか、この11月の前半っていうのを見るにあたって、ちょっとこう思い通りじゃなかったなとか期待通りじゃなかったなって思うような出来事に関係した人との関係っていうのはちょっと離れていくかもしれませんね。何かは一つちょっと話していくっていう感じがあります。その無理に
もうお互いのレールが違うのに無理に関わりを続けていく必要はないっていう感じで、それに気がついて、自分でももう別にベリッと剥がすわけじゃないんですけど、もう流れが違うのであればまたねみたいな感じで離れていく、あえてそこをがっつりとつながっていこうというふうにはしないっていう感じですね。自然と離れていく感じがしますし、そうやって離れていくこともありなんだということで自分に許可していく方が気持ち的にはすっきりする気がします。なんせ一番言われてるのは感情的にすごく満たされてるっていう感じがあるので、変に気を使って誰かと何とかしなければっていうふうに思わなくていいんだなっていう感じですね。はい、そんな感じで、あともう一つですね、ちょっとオラクルカードを引いてみましょう。ちょっと後で恋愛のことが詳しく見ますので、11月前半の天秤座さんのメッセージ。ちょっと待ってね。はい。Up from the depths ということで、深みからやっと上がってくるみたいな感じですね。このカードを見て何かしら感じることがあれば、ぜひ皆さんもね、ご自身の直感でメッセージを受け取ってみてください。何か困難さっていうものを、難しさとかっていうものを手放していくよって、解放していくよっていうカードが出ているので、特にこれは人間関係に関してのなんかちょっと面倒くささだったのかなって感じはしますね。はい、ということでここまでにしておきます。もし何かしら良かったよとか分かりましたという方はぜひいいねボタンやコメントで教えていただけると嬉しいです。またすぐに次の動画をアップしてますのでよろしくお願いします。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。